私は本当に生きているのか。ここは噂に聞く地獄ほどひどくもなければ、天国というほど心地よくもない。しかし、私は確かに死んだはずだ。あの化け物をゲートウェイから引き離したところまでは記憶がある。激しい痛みとメイが上から見下ろしていたことも、メイの姿を見失わないようにしていると、暗闇と寒さの中に落ちていった。そこからの記憶は曖昧だったが、ある声が聞こえた。助けてほしい。お願いだ。そして現在に至る。真っ裸で前腕には見覚えのある金属の塊が居座っている。私は確実に生きている。死んでいたらこんなに痛みを感じることはない。服を探す必要がある。それに痛みを和らげる何かを。事態が混乱する直前、サンティアゴは無線機を通して人間のクローン装置について話していた。私が生還できた理由を説明することができるのはそれだけだ。私はクローンなんだ。私は元の体のコピーということなのだろうか。またはどこかに保存されていた私の意識が新しい体に植え付けられたのだろうか。とても不思議な気持ちだ。こんなことを経験した人間は他にいない。ステーションでは多くの人が犠牲になったが、生還した者は誰一人としていない。死は一方通行なのだ。なぜ私だけが例外になったのだろう。あの声の主の仕業なのだろうか。不気味なことが起きた。たった今、そうだという声が聞こえた。もう考えるのはよそう。この記憶は紛れもなく本物だ。だから私がクローンであろうとなかろうと、この記憶を頼りに、これを2度目のチャンスとして捉えよう。このチャンスを無駄にはしない。絶対に。基本的な装備は整った。それに周囲の環境から判断するに、ここは惑星の上だ。つまりゲートウェイプロジェクトが成功に終わっていれば、サンティアゴやヘレナ、メイリンたちがどこかにいるはずだ。まずは彼らを探そう。声の主は助けを求めていた。彼らがトラブルに巻き込まれているとしたら、早く助けに行く必要がある。急がないと。旅をする中で、私は誰かに導かれているのではないかという思いに駆られている。通常の状況なら、肉体なき声を真に受けるほど正気を失ってはいない。しかし最近の出来事を考慮すると、これを無視することの方が不自然だろう。とはいえ、この見知らぬ先導者は曖昧だ。敵との対峙や生存という意味では、全ては私にかかっている。どのみち私の手に負えないことではない。この町には隠れる場所がいくらでもある。辺りを見渡せる高台にも困らない。敵を振り切ることなどわけもない。それでも、ステーションを脱出するためにあれだけの労力を注いだにもかかわらず、この惑星の状況は全く好転していないことにはうんざりしてしまう。これがこの町の文明の最終形態ということか。密集する崩れかけた高すぎる建物に、私たちが放置した昆虫たちが集まっている。こうなることは予想ができた。こうならないように多くの人間が必死で戦った。私も含めて。それでもこの終末を止めることはできなかった。私たちなら止められると信じていた。結局、私は人間の力を過大評価していたのかもしれない。でもこうなると分かっていても、行動は変えなかったと思う。後悔するようなたちじゃないし、まだ生き残っている人間もいる。いつかはこのビルが再び人でいっぱいになるだろう。それまでは、ただで広い部屋を使わせてもらう。悪くない話だ。彼らはここにいた。それは間違いない。テックウェポンの痕跡がそこら中にある。具体的な経過時間はわからないが、古代のものではないことは確かだ。しかし、その光景はライフルよりもはるかに大きい。サンティアゴが大砲でも作ったのだろうか。その答えはじきにわかる。頭の中の声はどんどん強くなっている。声の主はこの近くにあるものを私に見てもらいたいのだろう。それが何であろうと慎重に近づく必要がある。武器に恵まれているわけでもなければ、命の低無能力があるわけでもない。私は一人だ。不用意な行動は避けなければならない。サンティアゴ、この機械は本当にすごい。建物の下敷きになったとしても、この機械の偉大さは揺るがない。素晴らしい功績だ。本領を発揮することができたなら、私たちが初めて会った時のテックアーマーのように、
すごいことになっていたのだろう。ここで一人で死ぬなんて残念だ。ゲートウェイプロジェクトが未来への希望をくれたのもサンティアゴのおかげだった。声が私じゃなくて彼を呼び戻さなかった理由がわからない。不公平だと思う。すまないという声が頭の中で繰り返し聞こえる。何もしなかったわけじゃなさそうだ。大丈夫。誰だか知らないけど、奇跡は一度起きれば十分だ。あなたとサンティアゴのためにも、私はその奇跡を無駄にはしない。いろいろあったけど、もう少しでこの子を再び動かすことができる。操作に慣れるまでにも時間はかからない。基本的な動きなら誰にでも短時間で扱えるように設計されている。でもこの子はさらなる可能性を秘めている。今にバレリーナが踊るように操ってみせる。目が回っても構わない。サンティアゴ、ここにいたらキスをしてやりたい。私が作ったお墓なんかで眠るなんてもったいない。だから私はあなたの遺作の真の能力を示すことで報いたい。どこかで見ていてほしい。システム起動、エンジンの音が響いている。準備万端だ。復讐を果たすべき時が来た。覚悟しろ。テックアーマーとライフルは問題なく扱える。しかし、本当の魔法を見たいなら、私をコックピットに乗せることだ。私は戦士ではあるが、URE の武器庫にあるほとんどの乗り物のシミュレーションも行っている。車輪があろうと翼があろうと足があろうと関係ない。私が指先で操る機械に不可能はない。謎の声よ、目標を捉えておくのだ。増援が向かっている。私たちが嵐を巻き起こしてやる。完璧なタイミングだった。頭の中の声に従って進んでいると、壮大な歩く森が誰かに襲いかかろうとしていた。その正体については完全には分かっていない。一つ言えるのは、それが世界最大のサラダであるということだけだ。そのサバイバーの正体は、この目で見る前に分かっていた。目前に死が迫った状況で、あれだけ堂々としていられる人間がどこにいる？これだけの距離から私を呼べる人間が他にどこにいる？ねえリンリー、あなた以外に、私が死から生還したことを考慮すると、寂しかった。というには少し軽すぎたかもしれない。しかし、彼女がそれを気にする様子はなかった。メイがこれだけの時間生存してこれたのは、私が生き返ったこと以上の奇跡かもしれない。再会の高揚感が落ち着くと、彼女は文字通り私の腕の中に崩れ落ちた。彼女の足は、彼女の体重をこれ以上支えられないほど限界に達していた。何があったのかは聞かなかった。それでも、彼女の疲れ切った表情と体中のあざ、ボロボロのメックを見れば予想はついた。彼女はたった一人で今の今までどれだけの戦いを乗り越えてきたのだろう。それも今日で終わりだ。彼女は休まなければならない。次は私の番だ。メイのメックの修理に追われている。別のステーションで彼女の友人だったヘレナは、あの巨大な化け物から逃れるために何らかのアーティファクトを使っておかしくなってしまったようだ。つまり、それによって彼女は昏睡状態となり、一筋の光の中に溶け込んでしまった。言い換えると、彼女たちは何らかの幻覚に膝まで使っていた。とはいえ、私自身も最近生き返って頭の中に声が響いている状態だから、彼女たちを責めることはできない。ヘレナについては残念だった。知り合ったばかりだったけど気があった。洞窟から私たちを救うために命を懸けてくれた。彼女がどうなっていたとしても安らかでいることを願う。作業を終わらせるのに自分の機械から部品を取る必要はあったが、メイのメックは修復できた。この謎の声を信頼するなら、そろそろ先に進む時間だ。メイは信頼するべきではないという。彼女とヘレナが通ってきた道を考えれば、目に見えない予言に疑心暗鬼になるのも理解できる。しかしその声のおかげで彼女と再会できた。それを今更無視できない。声と呼ぶのはやめた方がいいかもしれない。よく考えると、実際に声を発しているわけではない。ただ言葉が現れるだけだ。私の精神の中に見えざる手で文字を書いたように、代わりに何と呼ぶべきか。名前はあるのだろうか、あるいはあったのだろうか、よくわからないみたいだ。行動を共にしてから数日が経つが、
メイは30秒以上私がそばを離れることを許さない。守ってくれるのは嬉しいけど、戦いの間もそうでない時も少しは離れることについて話し合った方がいいと思う。優秀なパイロットは背後に気を配れるだけでなく、自分自身を操作する能力を信じなければならない。彼女が常に私を守ろうとするなら、お互いのメックがぶつかり合うだけだ。彼女もそのことを理解し始めている。何かあったらまた生き返ればいいという私の冗談を彼女は笑わない。声の主も同じく笑わない。どうやら同じことができる保証はないようだ。問題はない。この命さえあれば十分だ。力を合わせて戦うことができる今、この場所の脅威には問題なく対処できるようになった。しかし、私が倒したあの歩く森のような巨大な相手や足跡の主の場合、長期戦に持ち込まれると不利になるかもしれない。しかし、メイの話や子犬の中から発見したシステムを考慮すると、サンティアゴが用意してくれていたものが役に立つだろう。これらのメックはもともと4つあり、合体すると巨大なスーパーウェポンになるように設計されている。このような武器があれば、あの鈍足な巨人たちも一瞬で倒せる。とはいえ、2つのメックは戦闘中に失ってしまった。一度は使ってみたいものだ。私たちが導かれている場所が分かってきた。詳細は不明だけど、地平線に逆らって多くの通信アレイが並んでいる。これは軍事的な指揮所や通信中継装置のようなものなのかもしれない。どのような力が私たちを導いているかはわからないが、私とメリンを再会させてくれたことは信頼に値する。目的地が近づいてきた今、好奇心が湧き上がってきている。目的地で私たちに何をさせたいのだろう。あのアレイで他の生存者とコンタクトを取れるのだろうか。今回の質問には答えてもらえないようだ。自分たちで答えを見つけなければならないのかもしれない。その場合は安全装置をオフにしていくべきだろう。構造的にこの建物は貯蔵庫のようだ。壁は相当な外力にも耐えられそうなほど頑丈に見える。そう簡単には壊れない。このことだけでもその重要性がわかるが、その中にある広大な円形の制御センターに比べればなんてことはない。部屋の中心から制御盤が何列にも並び、壁には巨大な画面が取り付けられている。すべてのものに埃が積もってはいるが、光を放ちながら稼働しているのが見える。この施設全体がまだ稼働していて、この場所が私たちが見てきたすべての中心なのだ。私たちがいた宇宙ステーションはこの場所から監視されていたらしい。この場所に来た目的が分かった。より分けるべきデータは大量にある。気合を入れよう。メイは宇宙ステーションのアークを呼んだのはヘレナで、彼らが惑星に命を復活させたという。その話はここで見つけたものと一致しているが、問題が一つある。復元プロセスの最終段階である自生プロトコルは、エレメント毒性評価と呼ばれるものにブロックされている。考えてみると、外にはエレメントの鉱脈が記憶できないほど大量にある。それらが惑星中に広がったに違いない。この考えをもとにすると、それらが地殻の下層にも影響を与えたのだろう。生のエレメントが生命体に何をできるかを目撃した今なら、それが何を意味するのかがわかる。アークには、上陸すると周囲の ETR を減少させる内蔵テクノロジーがあるようだ。しかし、今は彼らが手に負える範疇ではないのだろう。何かが彼らを拡散し、起動させるために守っている。問題は、外にいるあの巨大な化け物たちなのだ。巨人たちはコンバットドローンを思い起こさせる。この制御センターは彼らの移動パターンを追跡しており、私から言わせれば、それはまるで兵隊の移動だ。彼らが群れをなすときは、誰かが指令を出しているかのようにそこら中から集まってくる。彼らが行く先々でエレメントを撒き散らしているのは言うまでもない。したがって、自生プロトコルが始まる前に、彼らを排除しなければならない。いつもの私ならそのような不可能な任務にも必死で取り組むだろう。しかし相手にしないといけない巨人の数は半端ではない。自分で言うのもなんだが、メイと私が組んだら100人力だ。それでも、奴らの数の前には飲み込まれるほかないだろう。他にできることが何かあるはずだ。惑星の反対側にある、アラットプライムと呼ばれる場所については多くの確かな情報を得ているが、今はそこに興味はない。
謎の声の主もそう考えているようだ。私たちはそこに導かれているのだろうか。姿なきツアーガイドが私たちに求めていることが分かった今、次のステップについてメイと長時間にわたり話し合った。一方では身を落ち着けて週末を共に楽しみながら迎えるという誘惑があり、もう一方では蘇生してもらった恩返しをして地球を救うことが重要に思える。結局私はここで生きているのだ。これは冗談ではない。私はいつも危険な選択肢を選んできた。メイリンはガイドの言うことが聞こえているようで、説得に多くの言葉は必要なかった。彼女はガイドの話し方に親近感を覚えており、信頼できると感じているという。こんなことをするのは正気とは思えないが、少なくとも正気じゃないのは一人じゃない。事態は悪い方向に進んでいる。驚くほど巨大なトカゲがこっちに向かっているようだ。あの巨人たちと同じくらい巨大だが、奴らに比べたらはるかにたちが悪い。メイリン曰く、強力な攻撃力を持っている。彼女は前に戦った経験がある。私の友人が全員殺された時に、つまり私には復讐する理由がある。残念なことに奴は私たちについてくる。道を変えても匂い跡でも辿っているかのように、まだ 1,2 日分離れてはいるが、いずれ追いつかれるだろう。そうなった時のために逃げる方法を考えておく必要がある。なぜなら武器を大幅にアップグレードしないことには。待って、その心配はなさそうだ。これは一か八かの賭けだ。前回この巨人の王が現れた時に失った2つのメックを修理できなければ、みんなと同じように私たちも死ぬだけだ。しかしあの武器を起動できれば、4つ全てを合体させてサンティアゴのスーパーウェポンを完成させられる。メックが受けたダメージとパイロットが2人しかいないことを考えれば、力を最大限発揮するのは無理だろう。ただし私は URE のエースだ。エンジンが動き、武器が充填されている限り勝機はあるはずだ。休憩は終わりだ。ここからは全力で戦場を目指すことにしよう。これほど元気づけられたのは初めてだ。それでも朽ちていく死体や粉々になった装備を見るのは辛い。ここにいる全員と知り合って何年も経つ。彼らは新しい家族のようなものだった。メックの下からカズマを引きずり出した時は、さすがに涙腺が崩壊した。しかしこれ以上泣いてはいられない。時間がない。メイにこれ以上自分を責める理由を与えたくない。彼女に責任はない。彼女は正しい選択をした。彼女が脱出ではなく命を投げ出す選択をしていたら、復讐のチャンスは二度と訪れなかった。だから今はいろいろなことに目をつぶり、お互いやるべきことをやるだけだ。そうやって書くのは簡単だ。やった、起動した。修理してもダメージは残ってるが、2つのメックが起動した。あとは4つ全てを合体させるだけだ。時間もまだ残されてる。私たちの標的はまだ遠くにいる。奴はゆっくりこっちに向かっている。私たちが死ぬのが当然と言わんばかりに、油断するのも今のうちだ。死ぬのはそっちの方だ。それを考えただけで血が湧き立つようだ。少し落ち着こう。アドレナリンは奴が来た時のために取っておくべきだ。サンティアゴはイカれた天才だ。もう一度キスさせてほしい気分だ。この武器はすごい。こんなものを見るのは初めてだ。メックは分離されていたのが嘘のように完全に一体化した。このメガメックのパワーは本当に規格外だ。能力の 70% しか発揮できなくても、あの巨人を倒すには十分だろう。この剣なら高層ビルさえも真っ二つにできる。そしてこのエネルギーシールドはどんなものも弾き返すだろう。唯一の難点はパイロットが4人必要という点だ。2人足りない。ただし幸いなことに、その2人のうちの1人はこの私だ。完了。足、頭、左腕のコントロールをマスターした。戦闘においてはメイの方が優れているから、彼女には剣を持った方の腕を担当してもらう。それ以上は情報量的にも技術的にも彼女には荷が重いだろう。言い換えれば戦闘中はメガメックのシステムの 75% は私がコントロールする。精神的にも身体的にも負荷のかかる作業だが、
私は準備ができている。言ったように、ここからは私が重荷を背負う。それにここは私の庭のようなものだ。私以外にこれをコントロールできる人間はいない。どのみち他に選択肢はない。奴はもうすぐ現れる。醜いクソ野郎め、かかってこい。巨人の最初の攻撃は強烈だった。しかし、防御に集中することで回避することができた。あれは一発で仕留めに来たことを意味する。したがって、その攻撃をかわされた相手は確実に戸惑うはずだ。その隙に、私たちは攻撃に転じた。そこからは乱打戦になった。私たちの戦闘は地面が粉々になるほど激しいものだったが、ついに相手の胴体に決定的な一撃を見舞うことができた。攻撃を受けた相手の様子を見るに、そのようなダメージを受けたのは初めてなのだろう。結局、あの巨人を追い返すのにはその一撃で十分だった。私たちは奴の胸に X 字の傷をつけてやった。くらえ、クソ野郎、二度と戻ってくるな。できればあの巨人の姿は二度と見たくない。もう一度戦ったとして、今回のようにうまくいくとは限らない。コックピットを出ると、私の鼻からは血が出ていた。数時間が経過しても足元がおぼつかない。3つのメックを一度に操作しながら長期戦を行うことには、絶対に真似しないでくださいという注意書きが必要だろう。4つすべてを操作するなら、命の保証はできない。加えて、我らがメガメックは現時点では脆さを秘めている。フルパワーの状態で4人のパイロットが乗れば、あの巨人を殺すことも可能だろう。しかし、私たちは両方とも欠いている。だからできることはやったと胸を張ろう。勝利の昼寝でもすることにしよう。数時間前に最後のお墓を作り終えた。別れを言うのは辛いが、私自身も最近死んだばかりの身としては、このまま何週間も泣きわめいていても、彼らは喜ばない。彼らが安らかに眠ってくれることを祈るばかりだ。残されたのは、私とメイリン、それにこの先の長い道のりだ。それと、私たちを導く姿なきツアーガイドもいる。すでに、アラットプライムに強く引きつけられているのを感じている。そこで何が待っているのかはわからない。それでも、メイがそばにいること、危険な任務が目の前にあることを考えれば、リラックスして楽しむことができるだろう。そう言えるだけの人生を歩んできた。これが私の人生だ。任務日誌 URE 第82飛行部隊ダイアナ・アルタラス中尉およびジャングルのビーストクイーンメリンリー・デプスランド・ウェイスト。これを読んでいるならお前はアークから解放されたということだ。地球へようこそ。地獄のような光景が好きなら残念だった。週末はもう終わった。しかしまだできることはある。私たち2人はできることをやる。しかしそれだけでは不十分だ。外にいる巨大で醜い化け物が見えるか。奴らを排除しないことには地球は元に戻らない。また胸に X 字の傷がついた奴を見つけたら殺す前に中指でも立ててくれると嬉しい。私たちは私たちでやるべきことをやる。あとはお前次第だ。幸運を祈る。